よいしょ。爽やかな朝ですね。飯はまずくても朝は来ると。今日は芝刈りのおっちゃんもいないんですけれども、鳥の声がすごいうるさいのと、後ろのテニスコートで朝からテニスやってる人がいてめちゃめちゃうるさいです。バコーンバコーンっておはようございます。本日は、ツイッターでもお話ししましたが、サンクリストバル・デラ・ハバナ1519を打ち決めさせていただきたいと思います。おっす。多分しがなぎで説明しましたよ、キューバのハバナ市市政500周年記念の年に作られた葉巻です。でっかい、でっかくてうまい。サンクリストバル・デラ・ハバナ自体がハバナと切っても切れない葉巻なので。おはようございます。まずこんばんは。どっちなんだ。サンクリストバル・デラ・ハバナ自体がハバナの正式名称なんですね。サンクリストバル・デラ・ハバナなので、サンクリストバル、聖クリストバルのハバナって意味なんですけど、500年以上前にスペイン人のコンキスタドールたちが、大航海時代に、アメリカを発見してそこを植民地にするために来たわけですね。どのぐらい加湿してから吸いますか。加湿するのは 68% です。葉巻の箱にも入ってますけど、65から 68% の状態に加湿しましょう。65から 70% かの状態に加湿しましょうって書いてあるので、これは 68% に加湿します。で、キューバ島を見つけて、ベラスケスっていうスペインの提督、何日くらいとかあるのですが、何がですか。何が何日ですか。ベラスケスというスペイン軍の提督がキューバに上陸して、そこで町をハバナというふうに現地の人が呼んでいた名前でつけるんですけど、その頃のヨーロッパの町で大きい町には守護聖人がいたんですよね。キリストの守護聖人です。で、キューバハバナ市の守護聖人になったのがサンクリストバル。サンクリストバルはスペイン語なので聖クリストフォロスって言った方が通りがいいらしいですね。購入してからヒュミドルに入れてから、よくわからないんですけれども、一つなぎじゃなくてどのぐらい加湿してから吸いますか。何日くらいとかあるのですが、購入してからヒュミドルに入れてから。購入してからヒュミドールに入れてから何日ぐらい寝かせて吸うのかってことですか。それは葉巻のコンディションによるので何とも言えないです。でそれがどういう状況が適切かっていうのはその人の好みにもよるので、多分そこを見極めるのが個人のスキルになると思います。個人のスキルっていうか、なぜかうるせえな。結局葉巻の上に今湿度が何度だよ何%だよっていうふうに表示されてるわけではないので、これがどのぐらいの湿度を保ってるかっていうのを見極めるには多分慣れの話だと思います。でどのぐらいでそうなるのかは確かにわからないので指標があったらいいとは思うんですけれども、キューバ市がハバノスは、温度16から18度、湿度65から 70% の状態で保管するっていうのが黄金率なんですけれども、その状態で1週間もすればいい感じに湿度入ってるんじゃないでしょうかね。当然温度が高ければ湿度が入りやすくなって、温度が低ければ湿度が入りにくくなるので、そこの辺は差が出てきますのでね。
サンクリストバル・デラ・ハバナの話でしたね。なんで、おはようございます。サンクリストバル・デラ・ハバナをコロンブスの名前からこの名前がついたっていうふうに思い込んでるなんか人がいるらしいんですけれども、大間違いです。歴史的にはありえません。コロンブススペイン人じゃないですから。それは学校で習いましたよね、多分クリストファー・コロンブスだからサンクリストバルみたいな感じなので、そういうふうに間違えて覚えたんだと思うんですけれども、常識的に考えてもありえないので、ちょっと考えれば違うなっていうふうになると思います。例えば昔からあるスペイン以外のドイツでもフランスでも大きい町って守護聖人がいるので調べてみると面白いですよ。大体大きい聖堂がそういう町にある。キューバにもサンクリストバル寺院がありますので、ね、写真とか見た時あるかもしれないですけど、有名なんで分かりづらくてすみませんでした。もう少し質問の仕方を学んでいただければ学んでしてみたいと思います。そうですね、どうしてもライブだとチャットの吹き出しってすぐ消えるんで、質問だったらキレキレじゃなくて長めにしてもらった方がいいと思います。おはようございます。モッドなのか。葉巻の歴史は葉巻を広めたヨーロッパの歴史と切っても切ることができないので、葉巻を学ぶと歴史にもつながります。で歴史で葉巻とかがね出てくるのもよくあるじゃないですか。みんな好きですからね。チャーチルがたくさん葉巻を吸ったであるとか、あとケネディ大統領がキューバ制裁の前に悪魔をたくさん買ったとか、ああいうのはほとんどが裏付けのない伝説なんですけれども、ロマンがあるからそういうのね好きな人多いですよね。葉巻はロマンっていうふうに考えてる人もいるので。そうですね、葉巻の歴史は近代ヨーロッパの歴史とかぶるので、何しろ大航海時代からね現代まで続いています。スペインの栄光と没落、イギリスの急成長と没落、そこからアメリカという風な感じの歴史がね葉巻を捨てると見えてくるんですよね。勉強はかどりましたよね。葉巻をすると勉強がはかどりますんで、葉巻たくさん吸いましょうね。征服するのはスペイン人のお家芸なので、キューバ島にはもともとタイノー族っていう、言ってみればインディアン土着の人たちが住んでたんですよね。でコイーバとかハバナとか、そういう言葉ってタイノー族の言葉だったんですよね。でそれが現在の葉巻の名前に使われてるんですけど、タイノー族は、キューバにもいません。なんでかっていうとスペインのコンキスタドールたちが皆殺しにしたんですね。侵略すること風のごとし。キューバにその現地の人たちが一人もいなければ、例えば現代になって、私たちの土地だ返せ、権利を回復しろっていうふうに言う人たちは一人もいないんですね。スペイン人すごいですよね。もう征服支配っていうのがうまいですよね。でキューバから出ていった殺されなかった一部のタイノー族の人たちは、南アメリカ大陸の方に行ってます。で少し生き残ってるらしいですけど、ほとんどいないです。すごい。キューバ人じゃない、スペイン人のせいで絶滅したタイノー族、キューバ族、アラワク族っていう、葉巻をもともと吸っていた原住民のインディアンの方たちはいないです。なのでどういう家に住んでたかも正式には分かってないです。コイーバーのロゴもそうですもんね。そう。コイーバーというのはタイノ族の言葉でズバリも葉巻のことを指すんですけれども、コイーバーのロゴがタイノ族、タイノインディアンの横顔だ、そのシルエットを使ってるっていうふうに言われてるんですけど、タイノインディアンを見た人は一人もいないので本当かどうかは分からないです。ここら辺のね適当さ加減もね、キューバの
可愛いところ、愛おしいところでもあるんですけれども、そういう風な茶目っ気がね、葉巻のブランドとしてもキューバっていうのはすごくなんつうか魅力的なんですよね。はい、多分当時のコンキスタドールも武田信玄の騎馬隊ぐらいの勢いでアメリカ大陸中をね征服して回ったんだと思いますけれど。だからね、一応そのコンキスタドールたちの正当な後継者であるキューバの今の皆さん国民たちは一応ねキューバの土着の人たちを絶滅させたのは悪いなと思ってるようで、葉巻の名前で今までコンキスタドールっていう名前は使われたことがないんですよね。要は征服者っていう意味なんですけれども、さすがに罰が悪いと思ってたんでしょうかね。フランク・ミューラーの腕時計ではコンキスタドールってあるんですけれども、でも葉巻の名は全てスペイン語なので日本語に直すとねすごいダサいんですよ。だから日本人からしたらそういうエスニックな響きがなんとなく面白いしかっこいいから受け入れるんですけれども、スペイン語話者の人たちにとってはどうなのかなと思うんですよね。だって日本で言ったら製品の名前に日本語がついてるような感じなのでダッセーみたいな感じなんですよね。多分自分の国の人たちは絶対そういうの買わないと思う。はい、ありがとうございます。シャワーチャレンジ成功しました。ようやく多分ねボイラーにね火が入るのに時間がかかるんですよね。だからねあんま使ってない人があんまり使ってない時間帯だと長くねお湯を出さないとちゃんとあったかいお湯が出てこないというね。いやおかしいだろうと思うんですけれども、水も出ないようなねホテルとかもあるんでね、それに比べればねどうってことないですよ。水掘りでもしてると思えば。ただねやっぱりね南国のキューバといえども水のシャワーって結構ね冷たいものがあるんですよ。冷たいのとあと気持ちが萎えますよね水シャワー浴びるのって。そうなんですよね。日本人が泊まれるホテルとかは多分4つ星以上だと思いますよ。結構海外とかで学生さんとか貧乏旅行とかすると思うんですけれども、そうですね若い時だけしかできないと思うのでやるといいと思います。通常の旅行で休みに済まそうと思うとキューバ大変なことにはなる。ただキューバってタクシーもホテルもまあまあ高いんで、南米のこの水準にしてはぼったくりだろっていう風な金額なので、本当日本のビジホの方がよっぽどいいですよ。スリカも電気ケトルもね歯ブラシもあって、いや今はあれか環境保護のなんちゃらでないんでしたっけ、よくわかんない。日本に戻ったらビジホに行ってみよう。このシャツでフロント行って追い出してくれって言いましょう。これねキューバ人に大人気なんですよねこの T シャツ。 I will make your wish come to anything。 まあ何でも叶えてあげるよっていうふうに書いてあるんですけれども、ハバナでこの T シャツ着て歩いてて、過去2人に、お願いされました。俺の夢を叶えてくれ、知らんがなって感じなんですけれども英語圏の人って英字 T シャツの字ちゃんと読みますよね。それは日本人が外人が着てる漢字 T シャツをちゃんと読むのと同じなんですけれども、日本人の場合どんなバカなことが書いてあってもその人にツッコミは入れないですけれども、海外の人はね距離が近いんでね遠慮なしに行ってきますから。おおよく気がつきましたね。気がついた人初めてですよ。キューベイとキューバをかけてること。
各部屋には置いてないで、フロントの横にアメニティを置いてあるパターンが多いですね。おお、日本のホテル今そうなんですね。ホテルに詳しいな。ホテルマニアかな。日本だとホテルに泊まることがほぼないので、キューバのホテル事情には詳しいんですけど、そこら辺は世間とずれてることはよく理解してます。泊まりたいな、日本のホテル。ツイッターにアップしたハバナのホテルの写真見てもらえば分かる通り、部屋の中にあるものって、ベッドとテレビと冷蔵庫とソファと机、あと枕もありますね。そういうでかいのしかないんですよ。ちっちゃいのはない。スリッパもないし、歯ブラシも当然ないし、あとなんだろう、ないものの方が多いですね、日本と比べたら。むしろ日本の方が物が揃いすぎてるっていうのがあると思うんですけど、湯沸かしポットもないし、電子レンジもないし、そもそもキューバ電子レンジあるのかな。まあ、持ってる家かなり少ないはずですね。電子レンジがあればな、食べ物がもっと楽なんだろうけどな。だって冷凍食品だったらキューバでも流通するでしょう。ちなみにキューバはアメリカから金融制裁されてるからアメリカのものが一切入ってこないってことになってるんですけど、普通にコカ・コーラとかラッキーストライクとか入ってきてます。なんでかっていうと、アメリカからじゃなくてメキシコから入ってくるんですね、アメリカ製品が。なんで 100% アメリカのものがないっていうわけではないです。まあおいそれと手に入らないですけどね、最短距離ではないのでメキシコ経由してしまう。何々ホテル検索をよくしてしまいますので詳しくなります。いいですよね、ホテルとかね、観光地とかね、検索するとね、楽しいですよね。このホテルに何泊してここにご飯食べに行ってって、そういうのね大好きなんですけどもね。ホテルの検索とかそういうのはキューバでやってみてください。面白いんで、ハバナのどこのホテルに泊まってみたいな感じでね、行かなくても行った気分になれます。国内のホテルのアメニティ以外にもキッチン付きのホテルとかもあって充実してますよ。それなんとかアパートメントみたいな感じじゃないですか。よくわかんないですよね。宿泊もいろんなタイプの種類があって、ウィークリーマンションだったり、今ウィークリーマンションという言葉使わないのかな。短期滞在アパートとかね、普通に民泊みたいに家一棟丸ごと貸してくれるとか、みんななんかそういうの新しい名前つけて売り出しますよ。葉巻もそうで普通シガーって言ったらシガー葉巻のことを指すだけだったんですけれども、こんばんは、なんていうかミニシガーとかドライシガーとかいろんな名前のやつが出てきたんですよね。だからそれと区別するために今まで葉巻で通常したものをプレミアムシガーっていうふうに名前を新たにつけないといけなくなっちゃったんですよね。言ってみればマグロと同じです。日本だったらお寿司で分かりやすいですけど、マグロって言ってもいろんなマグロあるじゃないですか。要はスーパーとかあとは安いお寿司とかで食べさせられる本マグロじゃなくてキハダマグロとかメバチマグロとか、マグロでも何でもないのになんとかマグロってつけたりするじゃないですか。それと区別するために本当に江戸前のお寿司とかで使うマグロ、黒マグロ、本マグロっていう風に言うようになってしまったのでね、どの業界もそうなんですよね。だからプレミアムシガーも今までシガーって言えば通用してたのに、プレミアムシガーとしての定義をまた作り直さないと、再定義しないといけなくなってしまった。そんなのは必要ないだろうっていうふうに思うんですけど、知らない人にとってはどれがどれっていうふうに区別つけるのはめんどくさいことですよね。プレミアムシガーっていうのは、オールハンドメイドで、作られた葉巻っていうふうに言われるんですけれども、
オールハンドメイドで温度湿度の管理が必要な、葉巻を一応刺すということになってます。細かいのはもうちょっといろいろありますけれども、ショートフィラーとかロングフィラーとかはあんま関係ないです。ショートフィラーでもプレミアムシガーっていうのがあります。あとなんだろうな、他に条件、出演するときにヘッドを切るとか、その他なんだろうな、ラッパーフィラーバインダーっていうふうに葉巻を構成するタバコ葉、タバコリーフが一つの国だけで作られてるっていう風な葉巻ではないんですよね。当然そういうのもありますけれども、葉巻プレミアムシガー全体で見たらラッパーフィラーバインダーを全部別々の国で作っていてるっていう風な国が多いんですよね。ブレンドリーフっていう風に言うんですけれども、要はシングルオリジンとでも言いますか、ラッパーフィラーバインダーが一つの国だけで作られたものを使われている葉巻っていうのはハバノスだったら全部そうなんですけど、あとは多分ダビドフのグランクルーシリーズ、リングが白いやつですよね。あれだけだと思うんです。シングルオリジンっていうのはお酒の世界でもコーヒーの世界でも希少で尊ばれますんで、あれがハバノスが好きなのはそれも理由の一つなんですけれどもね。やっぱり葉巻のオリジナルはキューバ、ハバノスなので、葉巻の世界でこれを、抜いて語ることは絶対できないんです。お渡りおめでとうございます。吸った葉巻が美味しいとね、テンション上がりますよね。ハバノスは大体美味しいんですけどね、ドローがね、鬼ドローの時とかはね、テンション下がりますけど、でもそれもその葉巻の個性なので、ドローが悪かったらこれがこの葉巻のキャラクターなんだっていうふうに思って吸ってあげましょう、ね、もみもみしてもね、絶対にねドローは良くなりませんし、竹串とかね、針金とか刺してね、ブスブス刺したらね、葉巻も割れるし、ドリルで穴開けたりとかね、言語道断なので。なぜならその葉巻を巻いた人に対するリスペクトがないです。食べ物とかでもお店屋さんとかでご飯食べるときに勝手に味付けとか変えたりしないでしょ。自分の好みにしちゃおうと。ソースとかね、ちょいかけとかするかもしれないですけれども、この葉巻巻いたトルセドールはその時なんか調子良くなかったのかな、なんかストレスでも抱えてたのかな、喧嘩でもしてたのかみたいな感じで考えながら捨てれば一本吸い切ってしまいますので、葉巻は一本一本が作品なので、そのもの自体を楽しんであげましょう。食事は素材からと言いますが、キューバは葉巻がうまいのに他の国はどうして食事はまあまあなのに葉巻はいまいちなんでしょうか。難しいですね。キューバ以外のドミニカ、ニカラグア、ホンジュラスの葉巻も種はキューバのものなんですよ。そもそも葉巻作ってなかったので、タバコ作ってなかったのでね。キューバの制裁はアメリカが食らってキューバシガーを吸えなくなってしまったので、キューバから亡命してきた人たち、タバコ工場の経営者たち、農場の経営者たちが種を持って出てきたんですね。その種をそのアメリカの、もう衛星国家みたいなそういった国で育てて作ったのがノンキューバシガーなんです。だからキューバンシード、キューバの種のタバコなんですけれども、おはようございます。種が同じでも育てる場所でね、味変わるのは当然なんですよね。野菜もそうじゃないですか。京野菜、鎌倉野菜とか土着の野菜を別の県とかでね育ててもそういった味にはならない。気候と土なんでしょうね。でキューバはタバコ葉を育てるのに究極の場所なんですよ。なんだいっていうふうにキューバ人に話を聞いたら、キューバ人がね面白い話を聞かせてくれたんですね。キューバのある島っていうのは
海の中からせり上がってできた島なんですね。地図を見ると分かるんですけど、フロリダ湾って隕石が落ちてできた湾なんですね。でそれでグイって土が盛り上がってキューバがあるこの島が浮き上がったんですけれども、するとキューバ人が言ったんですけれども、キューバは星でできてる、空から落ちてきた星のおかげでできた島なんで、この島は星でできてる、だから魔法がかかって美味しい葉巻ができる。ロマンチストすぎるだろうな、どの面下げてそんなこと言ってんだってすげえびっくりしたんですけど、その時まあまあだから人に説明する時はそういうふうに言ってるんですけれども星が降ってできた島だから葉巻がうまいすごいこじつけだけど、まあいいんじゃないですかそれもロマンですよね、さっきも言いましたけど。いや大変いいと思いますよ。この世はロマンと金で回ってますんでで葉巻っていうのはその2つを体現しているものなので、ね、ロマンチックでしょ。キューバ人もねラテン系なのでね、結構ね夢見る少女みたいなところがあるんですよ。アンパンマンなんですよ。アンパンマンも確か星からできたんですよね。忘れちゃったけど、なんか絵本にそんなあったような気がする。まあそんなこと言ったらこの人間だろうとなんだろうと全部宇宙を漂ってた星の塵からできてるんで、全部星からできてるっていう風になっちゃうんですけど、まあそこら辺言うのはね野暮なのでやめときましょう。俺はラテン人の言う子供みたいなこういうおとぎ話は結構好きです。だからキューバシガーハバノスがなぜ美味しいのかっていうふうに聞かれたら、星からできてるからっていうふうに言いましょう。そうすると、あなたもなんてロマンチストなんだっていうふうに思われるんでね。星からできてるね、いいですね。しかし星からできてる国がキューバだったらね、ご飯も美味しくしてくれよっていうふうに思うんですけれどもね。ちなみにキューバはタバコ葉以外に取れるのは、有名なのはサトウキビ、ラムの名産地ですからね。あとコーヒーとカカオもよく取れます。なんで、まあチョコレートがものすごい有名になってもおかしくないはずなんですよね。砂糖とカカオが取れちゃう。ただキューバのチョコレートめちゃめちゃまずいんですよね。なんでかな。コーヒーは有名ですね。キューバのコーヒーは全部クリスタルマウンテンだったっけ、ブルーマウンテンだったか、品質はピカイチなんですけれども、なんだろうな、生産体制がうまくいってないのか大量に輸出できるほどにはなってないんですよ。そうなんです。葉巻に全振りしちゃってるんです。あとキューバで取れるものって言ったら地下資源のリンとかが有名なんですけれども、それもね別に生産国の世界上位とかに来るわけではないので、別にもっとたくさん作ってる国があるのでね、まあ、だから、葉巻と観光とあと医療資源の輸出がキューバの主な産業ですね。医療資源の輸出っていうのはキューバは医療先進国なんですけれども、南米の中で、この国では、医療、教育、福祉はタダなんですね。で医者の数がたくさんいます。国民12、3人あたりに1人の割合で医者がいて、病院勤めしてるわけじゃなくてホームドクター制だから、街の中に住んでいて、その周囲例えば何十件みたいな感じで割り当てで患者さんを見てっていう風な感じのホームドクター制なんですが、医者がものすごいいるんですね。なんで他の南米エリア、南米の国に医者を派遣してます。でそこで派遣したお金をキューバ政府が受け取ってるんですね。ブラジル、ベネズエラ、ニカラグア、ドミニカ、ホンジュラス、いやアメリカの衛星国とかアメリカから言ってるかもしれないですけど、アメリカは逆に医者が非常に少ないので南米に医者を派遣することはあんまりできないんです。
だからキューバから医者が亡命してアメリカに行くっていう話も結構あります。収入が段違いですから。でアメリカでももうスペイン語が公用語になってるような町とかもありますので、そういうところでは、不自由なく生きてきますので。ツイッター見れてないので後で見ます。ただちょっと前、2、3年前かな、ブラジルで親米政権ができた時、親アメリカ政権ですね、ボルソナロ大統領だったっけな、その時キューバが制裁として、キューバの制裁ってすごいですけど、キューバが制裁としてブラジルに派遣していた医者を全員引き上げさせたんです。そしたらブラジルから全然医者がいなくなってしまって、めちゃめちゃ大変だったんですけれど、キューバから制裁を受けるって、受けますよね。制裁できるほどの何があるかみたいな、葉巻を出さないっていう制裁は効果的な国はたくさんあると思いますけれど、日本もね、葉巻の割り当て量が少ないですからね、制裁を受けてるような感じですけれど。前回か前々回のライブでも説明しましたけれども、コロナのせいで物流が滞ってね、コロナ前から少なかった葉巻が全くね、日本にも入ってこなくなっちゃったんでね、困ってる人とかもたくさんいると思いますけれども、そういうふうなことでしたら Twitter なり Instagram なりメールなりでご相談ください。解決できるかもしれません。一緒に考えましょう。強いね。めちゃめちゃ風強くて、なんか一瞬ものすごい雨降ったんですけど、確か今日本でなんか大雪降ったり大雨降ったりものすごい寒かったりするんですよね。このゴールデンウィークだっていうのも大変だと思いますけど、多分俺が日本にいないからだと思うんですけれども、本当にすいません、申し訳なく思ってます。なぜか俺が日本にいないとでっかい地震が起きたり、なんか災害が起きたりするんで、日本の守りがね、ちょっと手薄になっちゃうんですよね。そうなんです。キューバは医療先進国なんですよね。フィデル・カストロのキューバ革命がうまくいったのの一つも、教育を受けてアメリカの傀儡政権から脱しよう。医療、病気で亡くなる人が少なくなるようにしましょう。福祉、年を取っても仕事しなくてちゃんと生きていけるようになりましょうね。そのおかげでキューバって世界でね、かなり、長寿国なんですけど、上位 10%、10位に入ってるんじゃないのかな。南米、中南米の中では寿命は一番長いです。そうらしいですね。元から日本は赤代理店もね、割り当て数が少なかったんで、物は全然入ってきてませんでしたけれども、ただツイッターで写真アップした通り、キューバはね、別に工場止まってないので大量にあるんですよ。しかもツイートした通り、新しいシガーショップがね、1店舗開店しましたんで、ハバナ葉巻はもう葉巻余りの状態です。ゴールデンウィークの東京の守りは任せてください。任せましたよ。今日は風強そうです。そうなんです。後ろのヤシの実がざわざわやってるでしょ。たまにね、枯れたヤシの枝とかが吹っ飛んできて、事故る時があるんですけど、車で走ってる時にあんなのがかぶさってきたらビビりますよね。プールサイドでゴロゴロしてる時に上からあれが落ちてくるからね、ビビるんですよ。知らなかったんですけど、ヤシの木の枝を切る仕事があるんですよ。ヤシの木切りのおっちゃんって勝手に呼んでるんですけども、長い高枝切りばさみみたいなのを持って、それで枯れかけてるヤシの木をバッツンバッツン切って落としていくんですけど、そう危険なんですよ。
でそれを集めてホテルの隅っこの方で燃やしてます。屋外ですって、特に風とかが強いと肩燃えする時とかあるじゃないですか。火のつけ方で肩燃えしてしまうのは、最初に火をつけるときに気をつければなんとかなりますけど、外で捨てて肩燃えになるのはね、水量がないんでね、そういう時は何も考えずに燃やして整えてあげましょう。別にまっすぐじゃなくても捨てるっちゃ捨てるものなんですけれども、味わいがちょっと変わったり、あとは本当に斜めに燃えちゃってもったいないことになっちゃったりするんで。でも屋外でするの美味しいですからね、葉巻はキャンプとか川っぺりとか海っぺりとか、風の強い日の海とかね、一瞬で燃え尽きたりね、こう先端の火が吹っ飛んでったりするんですけれど、それもまたよしみたいな感じ。そしてリングを外すタイミングです。リングは燃えないように外しましょう。ハバノスの公式ではリングを外すっていう風なアナウンスはないので、要はリングが燃えないうちに吸いやめましょうっていう風に言ってるんですけど、別にね、リング外して吸っても美味しいんで、要はハバノスはリングを外す時にラッパーに傷とかがついて破れてしまうっていう風な危険性もあるので進めてないんですね。ですからこのぐらい短くなってくると葉巻のリングってのり付けしてあるんですけれども、のりの部分が温められて剥がれやすくなるんですね。だから火種が近づいてきて短くなってきたら、もうここに持ってみたら分かるけど熱持ってるじゃないですか。そうなったら剥がれやすくなるんで、そうなってから外しましょう。そうじゃない火をつけてない長い状態で外そうって言ってものりが外れにくいんで、ラッパーごと一緒にビリリって取れちゃう時あるんですよ。だからできるだけ短くなってから外すと、こういう風にラッパーを一緒に切ってしまうっていうことがあまりない。なんかね、海苔がね、熱を与えない状態で焼こうとすると結構粘着力が強いので、ラッパーごとベリーっていう風にいっちゃう時があるんですよ。ラッパーごとベリーって言っちゃうと最後はどうなるかっていうと、そこから葉巻が破裂していっちゃうと煙も抜けちゃいますしね。そうなんですよ。石上さん、ライブ最初から見てないんですね。もうダメですよ。はい、これサンクリストバル・デラ・ハバナ1519です。ハバナ市政、ハバナ市誕生500周年記念で作られた葉巻です。美味しいですよ。でかくてうまい。やっぱりでかい葉巻は美味しいですね。そうなんですよね。ラッパーもペリペリ剥がれちゃうとね、もったいないんですよね。イギリス人は最初にリンゴを外すっていう話を鵜呑みにして爆散していた知り合い知ってます。そうなんですよね。デマとまで言わないですけど、あれジョークなんですよね。多分ブリティッシュジョークです。ブリカスジョークです要はなんだろう、よく言われる話は、アメリカ人は最後までリンゴを外さない。どうだ、こんないい葉巻知ってるんだぞ。リンゴ外したらどんな葉巻か分かんないですからね。自慢するために外さない。イギリス人はそういう風に自慢するのはみっともないから最初に外すっていう風な話があったんですけど、もし葉巻に詳しい人だったら最初からリンゴ外すなんて絶対しないんですよ。葉巻のラッパを炒めて葉巻を台無しにする可能性があるので、正しく言うならこうでしょうね。イギリス人は最初にリンゴを外すのはなぜかというと、いい葉巻を捨てるのがバレたら1本くれっていう風に言われるのが嫌だからっていう風に言えば、多分イギリス人のジョークとしては使えますね。要は多分ケチくさいジョンブルみたいな感じにさせたいんでしょうね
葉巻って何でもそうですけれども、葉巻自体が交渉で一段上のものなので、葉巻に関するものは何でも信じちゃうっていう風な体質が結構日本にはあるんですよね。だからその出どころとか根拠とかを全くみんな気にしないっていう傾向がすごい強いんです。で葉巻のことを何も知らなくても世間の常識とか、物理とかそういう風なものに照らし合わせたらおかしいだろうっていう風な話にすればみんなコロッとで信じてしまうっていう気があるんですよね。まあそういう風なもの、罪のない話とかだったら別にいいんですけれども、例えば儲けようとか騙してやろうっていう風な感じでそういう風な話をする人もどこにでもいるんで、それって葉巻以外の、ね、世界でもそうじゃないですか。だからね、できれば入り口から正しい情報を身につけてからやってもらいたいんですよね。葉巻だからっていう風に考えると、やっぱりあまり身近なものではない高尚なもの、ハードルの高いものっていう風に考えちゃうので、そういうことについて言ってる話をしてる人が間違えてるわけがないっていう風な先入観がどうしてもあるのは分からないでもないんですけれども、だからこそ最初から正しい情報は身につけた方がいいですよね。時間とお金の無駄にならないです。特に葉巻っていうのはどんなものでもそんなに安いものではないですし、一番はお金よりも貴重な時間をね燃やすものなので、1本火をつけたら1時間とかかかるじゃないですか。お金なんかはもう稼げばまた入ってくるかもしれないですけど、その燃やした時間は手に入らないので、おかしなね情報とかおかしな葉巻とかをね時間をかけて燃やすっていうのはね、時間がもったいなさすぎます。当然俺が葉巻を始めた頃もそういう風な話ばっかりだったんで、振り返ってみるとそういうのにね無駄なことばかりさせられたっていう風なのがあるので、正しい情報を提供したいっていうのが本音なんですよね。だから公式のハバノスの公式の葉巻の本とかも和訳したりしましたし、それを読めばね一番間違いはない。だから俺のする葉巻の話は全部その公式が元になってるか根拠エビデンスのある話しかしてないです。だって嫌ですもん、後であいつ嘘ついたっていう風に言われたりするので。で当然公式でも時間が経てばね昔とは解釈が変わってきたりっていう風なのがありますんで、そういう時にはちゃんと理由を入れて説明します。で間違えてたっていう風な時にはすいませんでしたっていう風に話してます。このね間違えたっていう時にね訂正できるかできないかっていうのが多分プロだと思いますので、そこが違いですね。葉巻捨てたら明らかに怪しいって話、まあその葉巻を捨てたら怪しいっていうのがすでに先入観なんですよね。なんででしょうか。だからメディアとかそういったものの先入観っていうのはすごい強いんですよね、日本は。葉巻を吸う階級クラスの人たちはヨーロッパでは普通にたくさんいます。でもそういう風な人たちが食事の席で葉巻捨てても怪しいとは思わないですよね。日本の場合本当にメディアからの先入観が強いなというふうに思います。葉巻捨てるとゴッドファーザーみたいですねっていうふうに言われた時も皆さん何度かあると思うんですけど、ゴッドファーザーで葉巻捨てるシーン3カットぐらいしか出てないです。主人公のマイクを含めほとんどの人たちは種まきタバコを捨てる。ゴッドファーザーで葉巻捨てるシーンって誰だっけな、マイケルたちを裏切って牢屋にぶち込まれたやつがそこで捨てるのと、あとパート3でバチカン銀行で確か各マフィアのボスたちが集まってその人たちが捨てるのぐらいだと思います。葉巻バカスカ吸ってるギャングマフィア映画はスカーフェイスですね。でスカーフェイスの場合は葉巻よりも麻薬の方がたくさん出てくる先入観なんですよ。だから普通の紙巻きしか知らない人ならコロッと騙される話ありますね。そうなんですよ。
もう一番の間違いの始まりは紙巻きタバコの親玉が葉巻だっていうふうに思ってることですからね。そこから訂正しないといけないんで、確かに原材料はどちらもタバコの葉っぱなんですけど、全く違うものなんでね、どう違うかって説明するのなかなか難しいなと思ったんですけど、一番簡単なのはやっぱりお酒で説明することなんですよね。同じブドウで作られてますけれども、ワインとシャンパンと、コニャックブランデーって全然違いますよね。製法も違えば飲み方も違うし、保管の仕方もグラスの使い方も違うわけなんで、それを説明するとなるほどっていうふうに理解が早いんですけど、隔離されたハゲなやつですね。そうです。ゴッドファーザー。ゴッドファーザー1、2、3、3回ぐらい通して見ましたからね。間違いないですよ。ゴッドファーザーみたいというふうに言ってるやつは 100% ゴッドファーザー見てないです。見ろっていうことなんですけどね。有名すぎてその映画見ないでイメージだけで語れちゃうっていうのもありますんでね、それはそれだけその映画が優れた偉大なものだっていうふうなことなんでしょうね。だって俺もスター・ウォーズ全部投資で見たことないですよ。ハンソロが固められてる映画は見たな。あれがスター・ウォーズのなんだかもよく分かってないんですけど、あと日本語が難しいですよね。葉巻の説明するときにタバコっていう言葉があるんですけれども、日本ではタバコって紙巻きタバコのことを指すんですよね。でもタバコって世界共通語なんですけれども、普通はタバコっていうとタバコ製品全部を指すんですよ。タバコの葉っぱで作られたパイプ用のタバコの葉っぱ、葉巻、紙巻きタバコ全部タバコですけれども、その中で全て呼び方が分かれてるんですよね。パイプタバコ、シガレットっていう風に。だから海外ヨーロッパとかでタバコ屋さんに行くと、タバコって看板に書いてあるんですけれども、タバコという製品はないですね。僕も友人の前で初めて葉巻した時に、葉巻する人ってマフィアかヤクザなんだよなって言われました。映画見たことないだろう。そうです。そういうふうにレッテル貼ったりするのはね、日本は大好きなので、ね、言わせておけばいいんじゃないでしょうか。レッテルをたくさん貼ってれば貼ってるほどその人の世界が狭いっていうふうな調査なので、でも日本も紙巻きタバコが入ってくるまではキセルのことをタバコっていうふうに言ってたんですよね。時代劇とかじゃないですけれども、昔のそういうふうな時代物とか読むとタバコで一服つけるっていうふうになるとキセルが出てくるんでね、多分その時主要なタバコ製品のことをタバコっていうふうに日本では呼ぶんでしょうね。スター・ウォーズ真剣に。スター・ウォーズ面白いんですか？なんとなくスター・ウォーズってすごい時代劇中がするんですよね。完全懲悪みたいな感じの。映画で葉巻捨てるのもなかなか少ないですね。そうですね、特に今は喫煙自体に自主規制が入っているので、葉巻に限らず喫煙シーンっていうのは例えばハリウッドだとほとんどないです。で昔のものとかあるんですけど、例えば西部劇とかで葉巻のヘッドをこう食いちぎってペッっていう風にやって吸い口を作るものとかあるじゃないですか。あれを真に受ける人がいるんですよね。あれはカッターがない場所で、しかも
そのキャラクターが荒々しいっていう風なイメージをつけるための演出なので、本当にそれを信じてねバーでやるってことがいるんで、やめた方がいいと思いますね。ヘッドの粉とかね、ゴミとかバラバラになるし、口の中葉っぱだらけになるし、そこ汚すんで、そういう風なのが許されるキャラクターっていう演出であれ作られてるんでね、それを真に受けるっていうのも世界の狭さっていう風なことなんですけれども、チャーチル、そうですね、最近の映画ですけど、あれは葉巻捨てないとチャーチルにならんだろうっていうことで、多分スポンサーを押し切ったんだと思います。嫌がるのはスポンサーなので、喫煙シーンが出てくるからね、このチャーチルだから葉巻するでしょっていうことで、スポンサーはまあそりゃそうだなっていうふうに納得させたんだと思います。こうメディアから情報を入れる人って演出だっていうふうなのをね、なぜか考えない人が多いんで、そこはね、なんとかした方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、外しってやつですよね。例えば海外のレッドカーペットとかでタキシードにスニーカーのロック歌手とかがいたりしますけれども、それはロック歌手だから許されるわけであって、タキシードだったらちゃんとした靴を履くじゃないですか。でもそれを見て、タキシードにスニーカーなのかっていうふうに思っちゃう人とかいないじゃないですか。そこのところは分かるのに、じゃあなんで葉巻のヘッドを口で切るのはっていうふうに思うんですけどね。まあ認知の歪みですかね。そもそもタキシードもね、葉巻が元でできた服なので、ヨーロッパの文化にはシガーは切っても切れないもの、もう文化の一つになっているものとかがあるので、そこのところの違いもやっぱり日本で葉巻がなかなか広まらない理由の一つだと思うんですよね。まあ、イメージに比べればそんな大した大きい原因ではないと思いますけれども、日本ってアジアの中で一番最初にヨーロッパ化した国なので、そういうふうなものを取り込んで自分たちの文化にするっていうのは他のアジアの国よりも一歩前に行ってるはずなんですけども、なぜか葉巻については進まなかったんですよね。それは他のヨーロッパの国と違って、日本はタバコが入ってくる、葉巻が入ってくるときに、葉巻より先にいわゆるキセルがあったからなんですよね。だから、パイプの方が先に一般に広がったんですよね。葉巻が日本に入ってきたので、第二次大戦後のアメリカ軍 GHQ が持ち込んだもので、その前って明治とか洋行、要はヨーロッパとかに視察に行った政治家とかの人たちしか手に入らないものだった。その前に入ってきたのがパイプなので、キセル文化だった日本ではパイプっていうのはそんなに抵抗なく受け入れられたんだと思います。だからパイプの吸い方を葉巻にスライドさせちゃったっていう風なところが、葉巻についての誤解でも多いことの理由の一つだと思いますよね。クールスモーキングとかロングアッシュっていう和製英語はパイプの世界で使われる言葉なので、これ確か YouTube の動画で説明しましたね。でも本当に知りたい人は調べればね、情報は今出してますんで、それを見て知ることができますし、どうしても最初に教わった方法が正しいっていうふうに思い込みたいっていう気持ちは分かりますんで、そういう人をね向きになって修正するのはなかなか難しいですから、三つ子の魂100までですから、それはそれでいいんじゃないっていうふうにね最近は思うようになってます。そうなんですよね。葉巻は文化なのでね、文化遺産なんですよね。影響できればしてもらいたいんですけど、葉巻っていうのは500年以上の歴史があるものなので、ヨーロッパではカルチャーとしても根付いてるものなのでね、日本でもそれを楽しんでもらいたいと思うんですけど、できると思うんですよね。日本だってワインが入ってきたのはね、みんな普通にたしなむようになったのはバブルとかの頃の多分炒めしとかが流行り始めた頃だと思うんですけど、そこから普通に一般的な飲み物になりましたから、取っかかりがあればねいいと思うんですけど、ただ喫煙っていう行為自体がもう世界的に
忌避される風潮にあるんで、それも紙巻きタバコと葉巻が一緒っていうふうに考えてるっていうふうなところのそこから来るものだと思うんで、だからこそ葉巻に関しての正しい認識とか知識とかはやっぱり必要なんですよね。とりあえず葉巻のスタートラインにシガリ色の空調なんて、そうですね、あれは販売する側が多分いけないと思うんですけれども、葉巻のちっちゃいのがシガリ色だみたいな感じにあってエントリーモデルとして出しちゃってるんですよね。物は全く違うんで、これもやっぱりさっきも言った通りブドウで作るお酒がみんな違うっていうふうなのと全く一緒のことなんで、ブドウで作るお酒なんてたくさんありますからね。グラッパだってそうだし、ムスカットもそうでしたっけ、なんだっけ。まあだからそこの違いが分かる人がものを知ってる人っていうふうなことになりますんでね。ものを知らないと後々恥をかくのはその人自身なので、できれば最初から知ってもらいたいです。例えばヨーロッパとかでオフィシャルディナーを食べるときにね、何人かで集まってそういうふうな場合に滋賀とかが出てくるわけなんですよ。それで知らなかったっていうと恥をかくのは自分自身になってしまう。だからあっちの方の上のクラスだと葉巻っていうのは必須科目なんですよね。ワインを注いでもらうときにグラスを持たないとか、そういうのと全く一緒です。なんかあれですね、しまいの方にはちゃんとしたなんか葉巻談義してましたね。ただ葉巻を捨てて俺がどうでもいい話をするっていう風なライブじゃなくて本当に良かったということで、葉巻が短くなってきたんで、そろそろお開きにしたいと思います。明日ライブやるかどうかはちょっとどうしようかな。やろうっていう風な気になったら予約入れておきます。一応今キューバが土曜日で、明日日曜日なんで俺のやる気もものすごい下がってると思いますので、一日プールサイドで寝転がってるかもしれないです。というか一日ぐらいそういう日があってもいいと思うんですけど、勉強だけじゃなくてね。はい、ありがとうございました。ではまたよろしくお願いします。だんだん暑くなってきたハバナからお送りしました。またね。